皆さんこんにちは、わくぼりです。今回は告知の動画をさせていただきます。最近は僕のチャンネルでは見ながら掘れる木彫り動画っていう、一応シリーズの、自分で作品を彫りながら、ここはこう彫ります、ここはこう彫りますと解説しながら彫る動画がメインになっています。それで彫ったものはクリーマで販売もしています。で、購入してくださった時にはこの、作品が彫れる木材と使っている型紙、新しいものですけど、それも一緒におまけで入れているんですが、結構問い合わせで彫刻刀の、販売もしていないのかと問い合わせもいただくことがありました。なので始めたいけど彫刻刀が手元にない方っていうのも結構いるんだなと、気づいたので、結構難しいと思うんですよね、この彫刻刀を買うっていうのは。なので僕が間に入って彫刻刀の販売っていうのをこれからやっていきたいと思います。基本的な流れは、その方が見ながら彫れる木彫り動画の彫刻刀が欲しいっていう場合には、それに合わせたセットをもう考えてあるので、そちらを購入していただくという流れ、これは後でまた詳しく説明したいと思うんですが、そうじゃなくて自分にはもうこういう彫りたいものがあるんだって決まっている方も、いらっしゃると思います。例えば最終的には、リアルな動物を彫りたいとか、リアルっていうかわからないけど、ちょっと複雑なものを彫りたいとか、板彫りの、植物を彫りたいとか、人それぞれいろんなものがあると思います。で、最初の頃って彫刻刀、何が必要で何がいらないか、どういう種類のものが必要でいらない種類がどんなものかっていうのもなかなかわからないと思うので、そういった方は、ご連絡いただけたら僕も一緒に考えて、こういう彫刻刀が必要なんじゃないかっていうふうに、一緒に考える、そういうこともやろうと思っています。それで、一度、彫刻刀のお店から僕のところに届くようにして、彫刻刀は結構届いた段階では切れないっていうことも多いので、一度僕が切れるかどうかを確認して、切れないようだったら研ぎ直す。ごく稀になんですが、研いでも切れない彫刻刀っていうのもある時はあります。なのでそういった場合はお店の方に問い合わせて返品なり返金なりを求める、そういうこともやろうと思っています。あと、これから木彫りを始める方や、始めたての方、彫刻刀で彫刻をする場合に出てくる問題として、切れ味の問題っていうのはあると思います。というのは、彫刻刀は一削りすれば一削り分切れ味は落ちてしまうので、それを自分で研ぎ直せないってなると、なんか使い捨てみたいな、そういう状態になってしまいます。なので、販売だけじゃなくて研ぎの仕事もやろうと思います。彫刻刀が切れなくなったら、僕のところへ送ってもらって、僕が研ぎ直して送り返すっていう流れですね。そういうこともやろうかなと。とりあえず、これから木彫りを始める方が、彫刻刀で悩むことがない、そういう風な間に入れる人になろうかなと、今考えています。それでは具体的にこの見ながら彫れる動画でどういうセットを考えているかっていうのを、簡単に紹介したいと思います。まずベースとなるのはこの5本、小型の2本と平刀、あと丸刀2本ですね。この5本を基本のセットと考えています。今まで彫ってきた中でこの5本だけで彫れるのはこのペンギンとネズミになります。この5本があれば結構、ストレスなく彫れるんじゃないかなと思います。他のものは彫れないのかっていうと、大体は彫れるんですが、一部彫れない。具体的に言うと、このお地蔵さんだけだったら、大体のところは言ってしまえば、小刀1本だけでも彫れるんですが、この目の切れ込み、この切れ込みはこの朝丸がないと綺麗に入れれないので、このお地蔵さんを彫りたい場合はこの5本プラスこの中朝丸を揃える。そうするとストレスなく彫れる。で、この中朝丸があればお地蔵さんだけじゃなくてアマビエも彫れる。アマビエはこの鱗、胴体の鱗の部分、ここにこの中朝丸を使うっていう感じですね。で、5本プラス1本で、次にウサギを彫りたいってなったら、ほとんどの場所はこの5本で彫れます。ただ、この手と足の間、この細い部分っていうのは、この5本では入らないので、この一部 3mm の平刀が必要になります。こ
いう感じで。はい。なので、5本プラス、1本で、掘れるという感じですね。アマガエルも一緒。5本プラスこの1本で掘れる。で、このフクロウが掘りたくなったら、この5本プラスこの 4.5mm の朝丸があれば掘れる。まあ、大体の部分は5本で掘れるが、この中朝丸がないとこの目の部分がきれいにできないので、この6本で掘れるっていう感じで進めていくうちに、彫刻刀がだんだん集まっていくっていうのを、まあ、一応考えとしてこれから見ながら掘れる動画もモチーフとかを考えながらやっていこうと思います。で、彫刻刀っていうのは掘る技術と同じぐらい持っている彫刻刀の本数っていうのは大事で、例えばもうこの8本があればここにある彫刻は全部掘れるわけで、でもこの3本がないと掘れないものも出てくるっていう風に、結構本数自体が掘れるものの幅を決めるっていうか、そういう状態になるので、だんだん増やしていくといいのかなと思っています。まあもちろん増やしたければなんですが。はい。というふうに一応これから見ながら掘れる木彫り動画もやっていこうかなと考えています。で、販売方法なんですが、直接概要欄のメールアドレスに欲しいと言っていただくか、もしくはクリーマの方に、例えばフクロウの販売のところにフクロウの掘れる彫刻刀セットっていうふうに貼ろうかなと思っています。なのでそちらの方で確認していただければなと思います。で、研ぎ、先ほども言いましたが、切れ味が悪くなった時に僕に送っていただければ研ぎ返すで送るっていう風に、そういうサービスもやろうと思っています。で、これは有料でやろうと思っています。お値段は、僕から購入していただいた場合は1本100円で、そうじゃない場合は300円で、研ぎ直しをやろうと思っています。で、送料はご負担していただく形ですね。今回販売する上で一応セットっていうのも考えはしたんですが、特にこれじゃないと売らないってわけではないので、もし1本だけ欲しいとか、ちょっと値段が合わないんで、もう少し予算低めのセットでお願いしますって言えば、それもまた、考えて提案させていただくので、お気軽にご連絡いただければなと思います。最終的にこういったものが掘りたいっていう理想像があれば、それも、お気軽に言っていただければ一緒に、考えますので、お気軽にご連絡ください。というわけで今回は彫刻刀販売の告知の動画を出させていただきました。木彫りを始めるにあたって彫刻刀の切れ味っていうのはものすごく大事な、作品の出来を決める要素の一つでもあるので、間違いなく本物の切れ味を提供させていただくので、ご興味があれば連絡ください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。